今日は沖縄最大の観光スポットと言われる美ら海水族館へ行きます。日本で唯一の巨大ジンベエザメやサンゴ礁の海のディスプレイなど面白さ満載なんですね。深海の世界や亀の水槽もなんと興味深い。沖縄の超人気観光スポットというのも納得です。そしてランチは YouTube ではおなじみのシーサイドカレバマリーナ。ここってなんとアメリカ軍の敷地。パスポートなしで入れるアメリカとしても有名なんですね。日本ではなかなかお目にかかれないTボーンステーキをここでいただきました。なんと 500g 超えの肉汁あふれるお肉は圧巻そのもの。基本的に英語がデフォルトのお店なので自分が下手っぴーな英語が通じるかドッキドキでした。はい、それでは次のスポット、美ら海水族館に向かいましょう。水族館までは奥やんばるへ行った道をまた逆に名護の方まで向かっていくんですね。到着時間は早かったのであんまし車がいなくてすんなりいい駐車スポットを取れました。それにしてもここめっちゃ階段多い。行きはいいけど帰り最悪かもね。あれ、なんとこっちにも駐車場があるね。この奥の方が実は入り口に近かったようです。しかも日陰になってるし、失敗した。なんか見逃してたんだね、ここ。さて、自分が駐車したのが第5駐車場。この地図を見ると、おすすめは第7か第9駐車場です。立体駐車場なので、運が悪くなければ日陰に駐車できるので絶対おすすめ。水族館からも近いので便利です。なので皆さん、よく注意して駐車場を選んだ方がいいです。なんか朝早いのにめっちゃ人いるんですけど。はい、入り口に到着しました。これが例のジンベエザメのモニュメントです。写真撮りたいんですけど一人だと撮れないんだよね。ちょっと残念。いや見て、景色最高。向こうに見えるのは家島ですかね。モニュメントを通り過ぎると海中ゲート。そしてこれ反対側から見るとこの水族館巨大施設というか、突然屋根が割れて巨大ロボットでも出てきそうな感じなんですけど、この水族館 YouTube では何度も見たことあるんですが、実際来てみると感激もんですね。チケットカウンターまでの行列長いですけど、意外と列の進みは早いわ。これおそらく数分で奥まで到達できると思います。ということでチケットを買って入ります。入館料は2180円です。はい、それでは入りましょう。QR コードかざすんだね。おお、浅瀬の海のやつだ。日本の水族館によくあるこれ。一番手前には浅瀬や砂地に住む生き物を近くで観察できる浅い池みたいなのがあります。実際に魚触ってもいいみたいな感じなんですね。なるほどなるほど。いや、こういう施設ってテンション上がるよね。あんまりさ、海と縁のない生活をしていると魚とか水見るだけでもテンションマックスっていうか、はい、こちらが大水槽なのかな。おお、いい感じでいろいろな魚がいます。サンゴの海と呼ばれているらしく、約80種類、そして420個のサンゴはいるらしいです。で、水槽には屋根がなく、沖縄の強烈な日差しを直接取り込む構造になっているんですね。目の前の海から絶えず新鮮な海水を供給するオープンシステムっていうのを採用してサンゴの大規模な飼育を可能にしたらしいんですね。それにしてもさ、よくここまでサンゴを集めたよね。
めっちゃカラフル。このね、サンゴの間を泳いでるのが面白いね。へえ、まるで映画でも見てる気分です。こちらは熱帯魚の海。こちらの方はちょっと暗くなってて、魚も大型。そして、なんか水深2メートルでこんな暗くなるんだね。そういえば、牧志公設市場にこんな魚並んでなかったっけ？お、天井アクリルになってる。あ、職員の方が手を振っていますね。はーい、こんにちは。あ、これって、職員さん、アクリルの天井を掃除してるんだ。手振ってたんじゃない？めっちゃ恥ずかしい。なんか水槽の中にいる模型のダイバーみたいで面白い。そして一気にほぼ真っ暗になって、こちらがサンゴの部屋。サンゴ礁に生息する危険な生き物を模型や実物を対比させながら分かりやすく解説するコーナーだそうですね。このね、魚テレビとかでよく見たことあるやつですね。で、そしてこちらのクラゲがめっちゃ綺麗。ね、光をさ、当てるとこうも綺麗に見えるんだね。いやー、なんかいろいろな魚がいますね。それってサンゴっていうよりも木の幹みたい。これだけ見てると淡水魚の群れって感じだよね。イカってなんか猫みたいじゃない？頭のいい生物だそうです。何？おお、なんかすごいところに出てきた。これはすごいね。すごい下まで来たと思ったらまだ下にでっかい水槽ある。うわ、すごい。日本一大きいとかそんな話なのかな、よくわかんないけど、それにしてもでかい魚がめっちゃたくさんいるよこれ。うわー、すごい。ジンベエザメでかっ。はい、こちらにいるジンベエザメとナンヨウマンタはここでしか見れないそうです。こちらの奥には天井はアクリルになった場所があるそうですね。うひゃー、スケールがすごすぎてびっくりだよねこれ。絶対見る価値はあるわ。うん。いやー、なんか美しい。優雅に泳いでるね。おお、たくさん泳いでる。結構大きい魚多いですね。この黄色いストライプが入ってるのはグルクンだねこれ。こいつらの仲間が天ぷらになって皿の上に出てるってことを考えるとちょっと妙な気持ちになりません？マンタ下から見るとめっちゃ迫力あるわこれ。ではさらに奥の方に行ってみましょう。はい、そしてこちらがサメの水槽。サメ以外あんまり他の魚いないんだよね。というか、魚いると食べられちゃうからなんでしょうかね。サメと一緒に泳いでいる魚もいたりと、これも興味深い。なんだか殺伐とした雰囲気だね。サメがこれだけいるとさ、こんな大きな水槽でもめっちゃ小さく見えて窮屈そう。いよいよ深海生物のコーナーです。ここにいるのは水深200メートル以上の深海から採取された深海生物らしいです。深海の生き物って飼育がすごい難しいらしく、明るさや水温、そして特に水圧とか非常に特殊な環境を作り出さなくちゃいけないらしいんですね。
なかなか興味深いです。こちらは赤松坂っていう金目鯛の仲間のようです。金目中よりも巨大金魚って感じなんだよね。深海性の海面の石かな、これ。こちらはホヤですね。深海ってこんな感じなんだね。もっと真っ暗かと思ってた。なんかピカピカ光ってる魚がいるんですけど、魚が見えないですよ。見えますこれ。これこれこれ。こちらは沖縄全域の森や河川を水槽に再現した希少な淡水魚を中心に展示しているコーナーです。これ、地味だけど、ガチ面白いです。てか、あんまし普通の水族館にない感じで、見てて面白い。はい、こちらが標本を置いている施設。でかいサメとか、これは竜の使いですかね。すごい。はい、次はマナティー館とミガメ館に行きましょうか。はい、別の建物に移動します。マナティーってなんかアクションはなくて牛っぽいかね。ちょっとあんまり見てても面白くないかも。それでは移動。はい、こちらがウミガメ館。カメちゃんたちがたくさん泳いでいます。外暑いので、ちょっとこれきついかな。でも、階段を降りると、中から見ることができるんですね。このプールの底から見える彼がなかなか素敵というか、自由奔放に泳いでいるんですけど、こういうところで泳いでる亀って幸せなのかちょっと不思議に思います。はい、こちらがお土産屋さんです。すっごい大きいんですが、激混みなので、軽くさっと見て終了しました。それでは移動。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ここからは最後の食事どころであるステーキで有名なお店シーサイドレストランに向かいます。レストランのあるカデナまでは高速道路で一気に向かいました。こちらのステーキハウス、なんとアメリカ軍の施設内にあるらしくて、れっきとしたアメリカが治めている土地なんですね。でもパスポートなしで入れるっていうのがいいですね。店内は基本的には英語ですが、日本語も通じるというか、メニューは基本的に英語でも小さく日本語で書かれているので安心です。ステーキは T ボーン、リブアイ、フィレミニオンの3種類で、今回はフィレミニオンとサーロインが同時に楽しめるTボーンステーキを注文しました。お値段は約33ドルほどなので、だいたい5000円ぐらいかな。これ高いようでめっちゃ安いと思う。というのは六本木とかのステーキハウスに行ったら2万円ぐらいしそうな感じ。
そして 560g って超巨大。ねえ。サイドを2つ選べるので、ガーリックマッシュドポテトとマカロニチーズを選択しました。アイスティーはなんとおかわり自由。このケチャップってさ、アメリカで流通しているやつがそのまんま出てきてるんじゃない？なんとこれはもう全部英語表記。へえ。はい、サラダが到着しました。サラダはアメリカサイズというよりも日本サイズな感じです。定番のランチドレッシングをつけてもらいました。なかなかこのランチドレッシングってクリーミーでミルキーで美味しいんですよね。自宅でも結構使ってます。野菜がシャキシャキで美味しい。おっと、クルトンは皿からはみ出てしまいました。さて、いよいよステーキが登場っていうか、さすが 560g でめちゃでかい。マジでこれ食べきれっかなっちゅうか。さて、ステーキにはアメリカ定番の A1 ステーキソースにしました。日本国内で一般で流通している A1 ソースと違って、これはガチなアメリカの A1 ソースみたいですね。それでは食べてみましょう。まず最初にヒレの方からちょっといってみようかな。ヒレの方はスズッとナイフが入っていますね。ハーブバターをつけていただきます。油のないヒレにバターの相性って意外といいです。サーロインの方はちょっと固めで、なかなか切れない。これはとりあえず何もつけないで食べてみますね。じゃあ A1 ソースに行ってみましょう。 A1 ソースってさ、この強烈な酸味がすごい秀逸だよね。とんかつソースみたいにブワーッとかけたらダメなので、ちょこっとつけるといいんだよね。全体的にヒレの方はなかなかいいんですが、サーロインの方はちょっとパサついてるかもしれないですね。なんかエイジングの癖のあるような匂いがする。ミディアムレア注文したんですが、かなりミディアムより、日本の店だったらミディアム頼んでもミディアムレアみたいなの出てきたり、レア頼んだら生みたいの出てくるんですけどね。サイドのガーリックマッシュドポテトはすっごいクリーミーでテクスチャーがほとんどない感じで、自分はもうちょっとポテサラみたいな感じの方が好きかな。で、こちらのマカロニ&チーズは激まずのマカロニ&チーズじゃなくて、どっちかというとグラタンみたいな濃厚な感じで、これはうまいわ。さて、お肉がまだこんなにあるので、どんどん食べていきましょう。いや、だいぶ胃に溜まってきて最後までいけるかな。はい、なんとか肉を食べ終えました。で、最後まで残っていたパンを食べて完食。いや、それにしても美味しかった。また来たいね、ここ。いや、お腹いっぱい。さて皆さん、沖縄北部の旅最終日はいかがだったでしょうか。またできるだけ早く次の動画も出すので、それではお楽しみに。皆さん、チャンネル登録はお忘れなくよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。